皆さんごきげんよう、上川薫です。今回は前半部分で貿易戦争についての関連ニュース、後半でウクライナ情勢についての話をしようと思います。まず最初に貿易戦争についての関連ニュース。トランプ政権の掲げた関税政策に伴って世界中に多くの関税がかけられるようになります。それに伴って世界的な景気後退や経済の萎縮といったものが起ころうとしています。最も大きな世界的な悪影響をもたらすと考えられているのがアメリカと中国における貿易戦争の激化です。アメリカは中国に対して莫大な貿易赤字があります。これをトランプ政権ではいかにして削減するかといったことをかなり考えており、その手段としての関税政策だとしています。トランプ大統領は中国に対しては 54% の関税をかけます。これに対して中国は報復関税として 34% の関税をかけるとしています。トランプ大統領としては中国の報復関税が狂った判断であるとして報復関税をやめないのであれば、これまでの関税に加えてさらに 50% 上積みすると発表しました。これを本当に実施すれば、中国に対しては関税が 104% まで上昇。中国からアメリカへと直接的に貿易をすることは、もはやまともにはちょっと考えられないレベルとなります。トランプ大統領のこうした発言で、中国の習近平国家主席が屈服するかといえばそういったわけでもありません。中国側の報道官は、アメリカのかけてきた関税の方がおかしいのであって、中国はこれに折れないといったような話をしています。ですから、これからも世界中を巻き込んだトランプ関税なわけですが、その中でも米中の貿易戦争は最も激しいものとなりそうです。現在のところ株式市場は世界的に一度大きな下落をしたことにより、ある程度の落ち着きを取り戻しています。ただしそれはあくまでも大きく下がった中での半値戻しのような動きで、決して従来の株価を回復しているわけではありません。先週、今週にかけて世界中の株式市場における時価総額の減少は約1400兆円まで拡大してしまいました。これを半値戻しで700兆円戻したとしても、やっぱり水準としては下がってしまうわけです。では、このような貿易戦争の動き、見通しはどうなるか、もちろん当然のように誰も予想することはできないでしょう。表立った外交だけではなく、水面下で行われる外交によっても、ある日突然状況が変わることがあります。トランプ大統領が何を決めるかによって変わるものであり、従来のような外交交渉の経過を見て、その延長線上での影響を考えるといった手法が通用しないのです。ただし、世界中に様々な国に対して関税をかけているこの状況そのものは、アメリカの経済にとって大きな打撃となります。また、中国に対して強い関税をかけたアメリカですが、迂回輸出の穴を完全に防ぎ切ることは難しいものとみられます。すでにベトナムがトランプ大統領との間での外交交渉を開始し、ベトナムがアメリカからの輸入品に対する関税をゼロにしようかといった条件を提示しました。トランプ大統領はこれを好意的に受け、ベトナムに対する関税を見直すかもしれないと話しています。では、ベトナムに対する関税を従来のものへと戻すことによって何が起こるかといえば、中国からベトナム経由でのアメリカ輸出が再び行われるだけであり、結局のところ、迂回輸出のルートが開かれることとなります。現在世界的に様々なところでの物の交易といったものが非常に盛んに行われています。その穴を全て塞ぐのは非常に困難なものです。例えば、ウクライナに侵略しているロシアにしても、制裁をかけられることによって様々な障害が発生していますが、迂回貿易といったものを通して、従来よりも手間暇コストが上昇するものの、それでもある程度のものを輸出も輸入もできています。それと同じように、中国の主だった迂回輸出のルートを高い関税をかけていたとしても、どこか一箇所でも穴が開けば、そこからどんどんと漏れ出ることとなります。一方で、状況の変化に伴って台頭する国は出てくるものです。例えば、ロシアによるウクライナ侵略に伴って兵器産業においてはフランスが大きく躍進しました。同じようにして、米中の貿易紛争が激化することによって台頭する国があると言われています。それが南米大陸の国ブラジルです。トランプ大統領は中国に対してもっともっとアメリカの農産物を買えといった話をしています。なぜならば、現在アメリカで非常に多く生産そして輸出できるものとしては、工業製品よりも農産物の方が現実的な話となっています。かつてのアメリカは工業国家でしたが、現在のアメリカはソフトウェア産業が主力であって、製造業は海外へと生産拠点がかなり散らばっている状態です。
ですから、アメリカで作ったものを中国に輸出するといった場合においては、農産物であったり、石油や天然ガスといったような地下資源だったりして、トランプ大統領の考えるようなアメリカ製の工業製品を中国が大量に買えといったことがなかなか言えない状況となっています。しかし、今回の貿易紛争に伴って双方関税が非常に高い状態となったものですから、中国は何もアメリカから農産物を買う理由というものがなくなっていきます。その際に違う国から買うのであれば、北のロシアであったり、もしくは南米大陸のブラジルといったものが浮かんでくるわけです。農産物の輸出大国としては、ロシアもありますが、ロシアはなかなか経済制裁の影響によって従来よりもビジネスとしては伸びにくい環境にあります。ロシア国内での労働者確保にも苦労しますし、海外銀行との決済においても手間暇かかり、好んで取引するような国や企業ではありません。それに比べればブラジルと中国との間における貿易関係は非常に良好なものですから、アメリカが関税をかけるというのであれば、それだったらブラジルとの貿易を拡大すればいいという話になってしまいます。そうやって少し時間を稼いでいる間にも、アメリカ自身が迂回輸出しているルートの中から関税を取っ払う国が出てくることによって、再び中国からアメリカへと物を輸出するルートが再開されるというのが、中国の習近平国家主席のある程度の見通しだと見られます。そのように世界的な動きが起こっている中において、日本の石破首相はトランプ大統領との電話会談を行いました。時間としては非常に短いものだったので、大きな前進は見られませんでした。ただし、これは仕方ない面があるでしょう。トランプ大統領が日本に対して思い描いているイメージは、かつての貿易紛争の頃の話をしており、現在の日米関係における経済環境とはちょっとそぐわない話が出てきます。繰り返し何度も日本ではアメリカの車が全然走っていないじゃないかといった話を繰り返すばかりで、このあたりはちょっと盲録しているところを感じます。この点に関しては、盲録してるんじゃなくて分かっていてそういった話を繰り返してるんだというような指摘をする専門家が多いようです。アメリカから日本に対して自動車を輸出する際に対する関税は現時点ですでに 0%。関税政策としてこれ以上下げるといったことができません。にもかかわらず自動車とやたらと連呼するのは日本に対するメッセージではなく、アメリカの国民に対して日本車がアメリカ国内でいっぱい走っているが、それによって雇用が失われたことを大統領として気にかけているんだといったことを自国民に向けて発しているのだというような流れです。こういった流れですから現在のところアメリカから中国へと向かう農産物が大幅に減少することが考えられるため、もしも日本が関税の引き下げといったものを求めるのであれば、農産物の大幅な普及系といったものを考えるしかちょっと今活路がないかもしれません。またちょっとした余談ですが、ここ最近の経済的なニュースの中の一つとして、任天堂が最新のゲーム機任天堂スイッチ2の発売を控えています。任天堂の生産拠点は中国やベトナムにあり、これらの国々で生産、そして発売前にある程度の量を各国に送っていると言われています。日本版と世界標準版では価格が異なっており、日本語専用版については価格が安くなっています。それだけに日本ユーザーに対する愛を感じるといったことで、ゲーマーの人たちからかなり称賛を浴びています。一方で、今回任天堂が生産拠点を持っている中国やベトナムは、まさに貿易紛争の真っ只中の中にあり、アメリカ向けの輸出はものすごい高い関税をかけられることとなります。この状況がどのくらい続くかはわかりませんが、少なくとも現時点においては 40% だ 50% だといったような形での関税がかけられる状態ですから、日本版よりも丸々その分だけ値上がりする可能性があります。任天堂が腹を決めて、もう関税分は仕方なく上げましたと発表すれば、アメリカ国民もトランプ氏に対する批判の声を大きく上げてくれるかもしれません。一番悪いシナリオとしては、関税の値上がり分を他の国々に対しても散らばせることによって全体としての価格が上昇することです。中国やベトナムで作って日本で販売する任天堂スイッチ2が急遽値上がりするなんてことになったら、そういった悪いシナリオに突入した場合です。そういったことは避けてほしいものです。さて、後半ではウクライナ情勢についての話。トランプ大統領は今や関税政策にかかりっきりで、ウクライナの停戦協議に対しては関心を失ったように見えます。しかし、
そうではないよといった形でコメントも出しています。ロシアがウクライナを狂ったように爆撃。トランプ氏不満表明。トランプ大統領はロシアがウクライナへの攻撃を続けていることに改めて不満を表明した。トランプ氏はホワイトハウスでの記者会見で、ロシア・ウクライナ両国は合意にある程度近づいているとしながら、ウクライナで起きていることには不満を抱いているとし、ロシアは今も狂ったように爆撃していると非難した。絶え間なく攻撃が続いている現状、良くない状況だと表現。だから我々はロシアと協議し、ウクライナとも協議している。停戦合意にある程度近づいているが、ここ1週間ほどの爆撃には不満を抱いているとし、ひどいことだと話した。トランプ大統領はウクライナに対する軍事支援の予算を議会で獲得していません。そのため今後もウクライナに対する軍事支援はバイデン政権下で決まったものが送られるだけで、それはもはや先細りしていく一方です。また、ウクライナに対して軍事支援を行うためのレンドリース法についても、共和党の議員が用意したものの成立には至らず、ロシアに対する軍事的な威圧を行える手段が全くありません。プーチン大統領は交渉を引き延ばして、アメリカの支援がどんどんと細っていくのを今は待っている状態です。では、ロシア軍の勢いがどんどんと増しているかといえばそういったわけではありません。ロシアの進軍ペースが鈍化。ウクライナ、主勢の戦術が効果か、アメリカ、イギリス機関分析。ロシアによるウクライナ侵略をめぐり、アメリカのシンクタンク戦争研究所は、ロシア軍の前進ペースが昨年11月以降、鈍化し続けていると報告した。戦争研究所はまた、ウクライナ軍が過去数週間、激戦地の東部ドネツク州、ポクロウシク方面やトレツク方面で局所的な反撃を行って陣地を奪還しており、こうしたこともロシア軍の前進を遅らせているとした。ウクライナ軍は2023年の大規模反攻の失敗後、陣地を守って自軍の損害を減らしつつ、ロシア軍が攻勢を維持できなくなる水準まで戦力を損耗させようとする主勢の戦術に転換した。進軍速度の低下は、戦術が一定の戦果を出していることの表れだと見られる。戦争研究所は、ロシア軍が占領した地域について、昨年11月は、627平方キロメートル、12月は560平方キロ、今年1月は427平方キロメートル、2月は354平方キロメートル、3月は203平方キロメートルだと指摘した。イギリス国防省も同様の分析をしており、ロシア軍の前進速度が低下していると報告している。アメリカからウクライナに対する軍事支援はトランプ政権下になってから新たな案件がないため、その点ではウクライナ軍は支援の減少の中で戦っています。一方においてトランプ政権の政策によってロシアは打撃を受けています。それが関税政策です。世界景気が後退するといったことが見通せる中においては、輸出産業に頼っているロシアの場合だと、輸出先で需要が減退することから、商売がやりにくくなっていきます。ましてや、一番の稼ぎ頭である石油は、世界経済が好調の時には多くの国々でエネルギーが必要とされますが、そうではなければ当然のように需要は減退し価格も減少するものです。欧米からの制裁に伴って上限価格設定がされていますが、それをさらに下回る形で安値がつけられるようになっており、ロシアの国庫収入に打撃を与えています。トランプ大統領が狙っているわけではありませんが、トランプ大統領のやっていることがロシア経済に対して打撃を与えているわけです。そしてアメリカからの支援が細っている中においても、ロシア軍の進撃スピードが落ちているというのは、それだけロシア軍の中における質的な劣化が進んでいることもあります。2022年段階におけるロシア軍の兵器の装備率で言えば、非常に手強いものだったわけですが、現在では多くの戦車や装甲車が失われ、攻撃の主体が民間車両やバイクといった質ではなく、数を頼みにした攻撃が主体となっています。ウクライナ軍の方に十分に待ち構える余裕があれば、これらの攻撃に対してはかなりの高確率で大きな被害を与え撃退することが可能です。ロシアとしては数少ない確率でとにかく攻めまくって守備の薄いところをついて前進しようとするものであり、損害度外視の攻撃を続けざるを得ません。前進ができなければロシア軍の結果至上主義の中で味方に撃ち殺されるといったようなかなり非常な結末を迎えることとなります。トランプ大統領現在は自分の関税政策に反抗する中国に対しての関心が高まっているようですが、ウクライナ停戦協議をただ引き延ばしにかかっているプーチン大統領に対してももうちょっと
関心を払ってほしいものです。せめてバイデン政権と同等レベルでのウクライナ支援を行っていれば、ロシア軍の数を頼みにした攻撃をさらに的確に撃退し、もっと戦況も良くなるのにと思うほかありません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。